昨日ね、こういう DM をいただきました。カノンさん、いつもありがとうございます。一点突破全面展開。この間のインスタライブで腹落ちしました。自分のこの瞬間が好きっていう感覚をどこまで広げられるか。その感覚が欲しくて一生懸命自分を幸せにしようと頑張ってるのに、今まで全然違う方向を向いていたことに気づきました。今まで忙しさから仕事が早く終わって自分が少しでも楽になるようにと人との時間を置き去りにしていました。だけど私が欲しいのは周りと調和してつながっている感覚。自分への愛のつもりだったけど本当に欲しいものが違っていたことに気がつきました。これからも自分のこの感覚好きだを最大限に広げて本当に欲しいものを自分に与えてあげたいと思います。このね、彼女のメッセージを読みながら、そうだ、これも一緒に伝えたいなっていうことが出てきたんだけど、こうやって学びが深まっていったり、自分の愛が増えていったりってすると、その今の自分の時点から見た過去の自分っていうのが、ここがまだ気づいてなかったなとか、ここどっぷり眠ってたなみたいに思えることってあるじゃない？で、例えばね、だからうまくいってなかったんだ。で、今ここを変えるからうまくいくんだっていうのが多分三次元的な原因追求、改善、そしてその結果が反映するっていうサイクルだと思うんだけど、エネルギー的に見るとさ、何かが間違っていて何かが正しくって、で間違ってる方を選ばずに正しい方を選ぶから正解の世界が誕生するっていうこの過去の否定とその反動で現在の命が輝くみたいなね、この公式って普通みんな経験している、これが世間一般の公式なんだけど、これエネルギーとして見たときに、何かの反動で何かが正解になっているっていう何かが下がっていて何かが上がるっていうエネルギーなんだよね。とすると、この枠組みで考えていると、また何かが間違っていて何かがある、正解であるっていう、ここが拡大していくの。で、一般的にはそれが拡大していくのが3次元なんだけど、私がやりたいなと思うのは、過去のあの時、あの次元の私、例えば彼女がね、仕事が忙しくって早く終わって自分が少しでも楽になるようにで人との時間を置き去りにしていたという彼女のあの時代に私がヒューンって戻っていったら、めちゃくちゃ責任感を持って頑張っていって、で自分のことを後回しにしながらも誰かのためにって尽くして、ようやく終わったって言った時に、その次元の最大の愛は一人になることだったりするんだよね。もう最高の愛、これがその時の次元の自分にとっては最大の愛の放出で、あの時の自分の馬力で出せる愛はあれが最高だった。で、今の自分が今また新しい気づきがあり、そしてエゴとの葛藤の綱引きに勝ってさ、どんどん内側の命が輝いて愛の放出量が増えていった時に出せる最大の愛は、例えば人との調和してつながっているっていう感覚だったりする。で、もう一回過去に戻ってさ、見てみると、もしあの時自分が一人の時間を大切にしていなかったら、もしかしたら無理して誰かと一緒に付き合ってご飯行って、疲れたってもっともっと自分をいじめちゃってたかもしれない。誰かに言いたくもない不用意な一言を言っちゃってたかもしれない。
大切な人に八つ当たりしてやってたかもしれない。でもそうならないように自分の一人の時間を大切にして、自分で自分の気持ちを消化して、一人じっくり愛を練り上げていた。あの時も 100% 間違ってなくて 100% 激賞する対象、もう激褒めできる対象なんだよね。そうだからもう全然その時のあなたも間違ってない。そしてその経験があるからこそふくよかな愛に満ち満ちて、今誰かと調和してつながっているっていうのが私の本当に欲しいものだって思えるところまで命が輝いている。その今の私も最高に素敵。そう思うんだよな。だから今ここに全次元があるんだけれども、その全次元の中にいる全私がそれぞれの次元にいるわけでしょ。で、それぞれの好みも違うわけ。今私はこうやってこう喋るのとか楽しいなって思ってるんだけど、でも違う次元の私はもう本当に誰とも話さないでずっと本読んでたりとか引きこもっているのが本当に幸せっていう次元の私もいて、もっともっともう海外じゃんじゃん飛び回って初めての人に毎日会ってっていうのが楽しいっていう次元の私もあって、どれでも選べて、でも今一番自分の自然なフィーリングで自然な流れで接続したいなって思うのが今この私なんだよね。で、どれも全部正解、どれも選べる、そして今これを選んでる私ブラボーみたいな。そう、あの時もそうなの。確かについつい過去の自分を否定しちゃいがちだけど、あの時も大正解だから、フォーリーとしてのね、生きてるだけで可愛い自分を激賞っていうのが秘密結社の第一任務だとしたら、激賞する対象はもちろん過去の自分もだよ。過去の自分もあの時生きているだけで、そしてあの時あの次元であの馬力で最大限頑張っていた自分をもう大激賞、もうよくやったね、本当にあなたがこうやって頑張ってくれたからこその今の私、もうマジ今から溢れる感謝を送りますっていうこう自分への愛をね送ってあげてほしいなって思いました。どの自分も間違ってないよ。今まで失敗したなとか、あんなこと言わなきゃよかったなとかさ、あの時私がああいう風にしたらあの人はもっと変わったのにとかっていうことがあるかもしれないんだけど、でもその時の自分はその行動が大正解、それが最大限、そしてその時その自分に相対してる相手は相手の人生のシナリオでそれを選んでるから、その合意のもとにしか同じ次元に同時に存在できないから、魂が合意をしてその場にいる。それは旦那さんもそうだし、子供もそうだし、親子もそうだし、自分と親の関係もそうだし、魂が合意してそこで学びたいって、そこで最大の愛であろうってあってその次元にいる。で、そういう視点を持ってみるとさ、例えば誰かが何か自分から見てそれやると間違えるよみたいなことをやってたとするじゃん。で、最近気づいてこういう風に変えたんだ。よかったね。だってあの時ってあれやばいなって思ってたもん。とかっていう風なさ、気持ちになりそうな時ってあるじゃない？でも、あの時あの次元の彼、あの時あの次元のあの子には、あれが最大の愛だったし、最高のアイデアだったんですよ。で、今、新たに考え変えてこうしてるんだっていうのが、今接続できる最高のアイデアなの。全部最高のアイデアに敷き詰められて人生を歩いている。だからどこもミスってない、どこも間違ってない、どこも踏み外してない、黄金の道をずっと歩いて今ここに立っているから。ということをちょっとお伝えしようかなと思いました。あの時の私ってこう後悔してわーって思いたくなる時に思い出してくれたら嬉しいなと思います。それではね、じゃあね。